おはようございます。画家のギソです。今日の動画はですね、これですね、ベネチアを描いてみたということで、B さんのキャンソンボードに透明水彩で描いております。ベースを大きく作って、そこからコマコマと描いていっています。難しい技法自体は全然しておりませんので、皆さんぜひ参考に頑張って練習してみてください。描けますよ。ぜひ頑張って。それでは解説をしていこうと思います。すみません。B4 ですね。B4 のキャンソンボードというもので、厚紙に、キャンソン紙が貼ってあるんですね。で、まずですね、建物と水に映ったところを全部水でまず浸していきます。若干色をつけておきました。紫っぽいものですね。で、空と水に映った空はもう完全に塗り残すということで、多めに水でジャバと塗っていってます。少し色をつけておいたのは、どこ塗ったか分かるようにということもありますけども、まずこれぐらい大きな下地を作ろうと思いました。で、ウルトラマリンブルーと紫を混ぜて、だんだんと大きめに下地を作っていく作業をしております。この作業ができるとある程度ですね、あとは楽になっていきますので、少し建物の中とかにも入っていってしまってもいいので、暗いところにどんどんと置いていく勇気を持たれてみてください。やっぱり水彩というのはですね、緩急みたいなのがあるといいんですね。大きな面とか細かい描写とか大きな塗りとか、例えばかっちり描くところばっかりじゃなくて、少しなんていうか遊び心みたいなのもあっていいかなと思います。大きく塗っていってますね。どんどんまだ水が全然乾いていない状態でこうやってスーッとするとですね、縦に例えばしてみるとね、周りの絵の具と馴染んでいきますので、フラットな感じというか塗りムラというのが減りますのでね、こういった作業もぜひしてみてください。まだちょっと乾かんうちにもうちょっと濃いところをググと濃くしておこうかなと思いました。で、このぐらいの段階っていうのがやっぱ難しいみたいですね。皆さん見ているとですね、この段階でやっぱ怖いと言ってですね、絵の具が薄くなりがちですけども、ちょっと勇気を出して思い切って濃いめに塗っていってみてもいいんじゃないでしょうかなっていう感じが見受けられます。で、また立ててみたり横にしてみたりとかですね、絵の具がシューッと滑っていけという感じでですね、こういった感じで横にしてみるっていうこともあっていいですよ。こういう風にね、横に向けて縦に逆に逆さ方向に絵の具を伸ばしていくということもしても面白いと思います。そうすると、絵の具が馴染んできましたね。といった感じで土台が少し出来上がってきて、にじみが少し弱くなりました。それでもまだ濃くゴンと乗せますよね。この土台作りができるか否かね、これができると皆さんすごく上達しますよ。勇気を出してやられてみて、まだ立てますっていうことですね。相当こういう土台作りがしっかりできると、あと楽です。楽ちんです。多少他の色とかも混ざり合ってもいいので、その辺は勇気を出してですね、思い切って塗ってみてください。ちょっといつもは紫系が強いんですけど、今回少しだけ青みがからそうかなというふうに思いました。朝のベネチアということでドライヤーで乾かそうと。これもですね、上から下に向けて、要は風の方向とかも利用しながら少し乾かしていきました。完全乾燥の少し手前ぐらいで今回はもう書き出しております。もっと暗いところをゴンと置きました。で、もうすごくスタンダードなベネチアですけど、本当に綺麗ですね。なかなか海外とかに行けないので、私が初めて海外に行ったのは大学の3年生の時でした。今学生さんを指導している仕事をしているんですけども、大学の先生と呼ばれるような仕事をしているんですけどもね、今の学生、2021年でございます。今ね、これ録画しているのはちょっとかわいそうやなと思います。やっぱりですね、一番多感な感じることが多い年頃と言いましょうか。その頃にですね、いろんな経験が積めないというのはですね、物理的な制約があるというのはすごく見ていても歯がゆいというかですね、そんな感じがしますね。ぐっと水面の方からまず描いていきました。まず暗いとこどんどんと置いていくことによって、なんとなく水面に映っている感じが出てきたんじゃないでしょうか。ちゃんとですね、上に建物があって、赤い建物がありまして、それが道
どう映っているのかというのをしっかりと認識をしながら描いてください。やっぱり上があって下に映っているという今赤い壁を丁寧に一個一個塗り出しました。窓のところは塗り残して、描いていってます。で必ず、下の映っているところとリンクさせる、鏡のようにですね、そのことは意識しておいてください。全く別物として考える人がいますが、やっぱり真下に同じものが映ってプラスちょっと水の色みたいな少し暗めになったりしますけども、真下に、この赤い壁の家が真下に来るんだぞということは頭に必ず入れておいてください。皆さんの絵とかを見ていると、あれ真下に来ていないぞとかっていうことが結構あったりするんですね。だからそういうのはちゃんとですね、丁寧に追いかけていってあげる、ものを見るということはそういうことなんですね。いろんな見方をしてあげるということなんですけども、ただ写真をそのまま写すというわけじゃなくて、頭でもう一回再構築して認識してあげるということが大事なんですね。細かい描写をしていっております。これはナイロンの筆を使ってますね。平筆を初めの頃は使っていましたが、ナイロンの10本セットぐらいで買った筆、案外これ重宝しております。今ちょうど写っているところ書き出しましたね。上よりも若干濃いめに、緑色のこの運河ですねの色がですね、でこういうところはすごく丁寧に書いていってます。今書いたとこ突端とかね、物の突端今書いてます。こういうとこ一番大事に、緊張感を持って書いてあげてほしいんですね。なんでかというと白い、ところに接しているから、やっぱりそこって目立つわけですよね。で明るいところの横とか何か突き出ているところとかっていうのはすごく目立つので、他のとこよりも緊張感を持って書くという気持ちを持たれるといいんですね。で、物の一番端っこというのはいろんな情報があったりして、丁寧に追いかけてあげると、そこの周りに起こる現象とかも見ることができ、描くことができ、それによってその周りのところの質感とか物の中の質感とかっていうのが表しやすい部分なんですね。難しいこと言い張ったなこの方って感じかもしれませんけども、ちょっと物の一番端っこっていうのはより緊張感を持って描いてあげてくださいということです。プラスですね、これ私どっちかというと画面全体を見ながら描くタイプで、確かに真ん中あたりがぐぐっと今出来上がってるんですけど、左側に暗い色ゴンと置きましたよね。なんか排水管みたいな黒っぽいとこね。でそれに対してこの右下の方に手が動いていったでしょ。でまた左上の方の真ん中あたり描いていくとっていう、画面を要は支配していくときに全体に進めていくということをされてみてはいかがでしょうか。途中で終わってもある程度完成度が高いものになったりしますし、そこに暗い色をぐんと置くことによってまた他のところに必要になってきます。やはり初心者の方って怖い怖いちょっと薄く塗りがちですが、思い切ってガッと暗い色を置くことによって他の色がし合うというようなことが可能になってくるんじゃないかなというふうに思います。私も人生で一番初めにイカスミのパスタというのを食べたのはこのベネチアの街でした。今から25年ぐらい前でしょうかね。その頃に行きました。やっぱりですね、すごくよく言いますよね。海外に行くとなんか人生観変わるみたいな。やっぱ変わりますよね。こんなとこにもこんな風に人々が暮らしているんやと思ったりすると、なんかすごく気楽になったりしましたんで、私もですねイタリアに初めて行った時はですね、で当時はやっぱりまだいろんな美術の勉強ができていなかったので、これは2018年に今から3年前にもう一度行きました。そうするとやっぱりベネチア派と呼ばれるザーノとかですね、の作家さんの絵とかがすごく大きな大作の絵があるんですね。でそういったものも見方が全然違って見えました。でやっぱり勉強するってそういうことなんだなというふうに思います。今画面をやはり支配するために左を置いたら右書いてという感じでやってますよね。でそういうのがやっぱりですね、勉強してまた行くとまた違って見えてくるっていう。でやはりすごくバカでかい油絵がいっぱいあるんですね。でっかいですね。で貿易港だったのでですね、でっかい絵を頼まれて、じゃあうちもでっかい教会が大きいの描いてくれ、うちも描いてくれみたいな感じででかい作品がどんどん増えていったんですけども、そうすると壁じゃなくて、壁はもう絵が描かされ尽くしてしまったみたいな感じがあって、でもでかいの描いてくれ、どないしようかなっていうことで、困って、何かじゃあ布かなんかに描こう、頑丈な布なんかあれへんかなということで、船の帆って分かりますか？三角形の部分やったりしますよね、ヨットでいうと。そことかですねに使われていたのが麻の布だったんですね。麻の布。
で麻布に絵を描くことができんやろかっていうことで、そこに、エマルジョン地というふうに今言いますけども、エマルジョン地、白亜地と呼ばれるものに、ざっくり言うと白亜地と呼ばれるものにちょっと油をなんとか混ぜながら、油って混ざらないですけども、例えば卵とかっていうのは油と水性と油性が混ざり合っているものなんですよ。卵ってわかります？でそういうものを入れると界面活性剤といってですね、どう言ったらいいのかな、水と油なんですけど混ざるようになるんですよ。水と油って天敵じゃないのと思うかもしれませんが、そういったものを少しこう間にかませるというかですね、つなぎ役として入れてあげたりすると混ざったりします。今やと便利なミキサーとかあったりするので、そういうのとかで混ぜたりしますけども、当時はやっぱり一生懸命手でやりはったんですよね。すごいですよね。だからすごくこう手間がかかってます。で右下の方に暗い色がゴンと置かれて画面を構成していての分かります。土台がもう出来上がってますね。どちらかというと手前の方の建物は全体的に暗い影の中に入っているという。でそういう効果のキャンバス、麻布に、白亜地的なものに少し油が入って少し伸縮性が若干持たせれると言ったらいいのかな。伸縮性が少し持つようなものを塗布することによって、キャンバスの原型皆さん使ってますね。キャンバス、要は裏見ると麻布だったりするじゃないですか。であそこの上に塗ってあるのはそのエマルジョン地ではないんですけども、何かいろいろ入ってるらしいんで、一度昔、船岡キャンバスさんっていうね、今も亡くなってしまったのかな、ちょっとインターネットで調べたらよく展覧会とかに来てくださっていたんですけどね、社長さん。船岡キャンバスさんとかにちょっと聞こうと思って、また僕はずけずけと話聞いたことあるんですけども、似たようなもんだよなんていうふうに言われて、はぐらかされたことを覚えております。っていうふうにキャンバスというもの、でっかでっかキャンバスが出来上がってきて、プラスですね、当時そのベネチアというのは貿易港だったんですね。だからこう何ですっけ、ペストが流行った時もですね、いろんなところから人が来るので、みんな島の上、ベネチアでよかったかな、ベネチアの近くとかなんかこう本で読んだことあるんですけど、でそういうところに隔離して何週間か隔離して他のところから来た人を隔離するみたいなのが今のこうあれですよね。検疫、飛行機の検疫とかっていうのがなんていう14日間隔離みたいな意味があるんですよ。何言うてあるんやって感じかもしれませんけど、そこから来てるんですよ。っていうことで、ベネチアというところは貿易港だったんですよ。でそれで何があったかというと、やっぱり一つの国独自の文化を遂げていくんですね。島国的なこうベネチア公国という国ですけども、でその中でもすごくお金持ちが行ったりして、あとはいろんな例えばラピスラズリなんていう宝石なんていうのとかですね、マラカイトなんていう、要は色がすごくいろんな色が手に入ったわけですよ。ということです。どちらかというとベネチアで栄えたのは大きなキャンバスに結構絵の具がたくさん載せられた色彩鮮やかなベネチア派、ベネチアルネッサンスというのが花開いていくというお話でございました。ちょっとなんとなくこう知識として知っておくと、少しなんとなく例えばイメージをしてみると、レオナルド・ダ・ヴィンチ的な感じじゃないけども、なんかゴテゴテ乗っている油絵の具が麻布のっていうことで、ベネチアの絵っていうそういう感じなんですよ。というふうに理解してもらえたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。ルネッサンスと言ってもですね、再生とかですね、文芸復興なんていう風に言って、だいたい中学生高校生に聞くとそこまでしか答えれないんですけども、いろんなところで起こっていった華やかなこう、例えばヴィーナスなんていうのはそうまさにそうでね、古代ギリシャの女神を描いてるわけですけども、例えばティッツァーノなんかもそういう絵を描いておりますよね。で、そういう文芸復興的なことはイタリアのフィレンツェ以外でもローマ以外でも起こってるんですね。それはベネチアであるとか、北方ルネッサンスという言葉を聞いたことある人もいるかもしれませんけども、フランドル地方というところで行われた美術運動的なところも北方ルネサンスというふうに言いますから、違うところでも育まれていったっていうことがあるんですね。だから本当にこうベネチアというのは少し独自の文化発展を遂げていきました。
似たようなのが後に150年後ぐらいですかね、100年後ぐらいかなにあったのはオランダの方なんですね。オランダもやはりですね貿易港だったので、ぜひアムステルダムを水彩画で描いた動画を皆さんご覧いただくと同じようなことをお話ししております。そちらではオランダの生んだ巨匠ですね、フェルメール・レンブラント、あとは元後の方のポスト印象派のゴッホなんていうお話もしております。だからちょっとそういったところも皆さん参考に見て、両方見て、ああそうか、だからこっちはこういう絵なんだ、だからこっちはこういう絵なんだということが少し勉強できると、もっともっと美術絵画が面白くなってくるんじゃないかなということを思いを馳せながらベネチアを描くというのはどうですか。なかなかロマンチックだとは思いませんかという感じでちまちまちょっと早送りを今回使わせていただきました。画面全体に手が回っていっているというところもお見せしたいのと、時間的に20分ぐらいに収めようかなと思いましたので、今回は申し訳ございません。いつもならば早送りというのを使わないんですが、なるべくですね、ちょっとこう短めにするところは短めに、しよう。緩急ですね、私の動画もぼちぼち緩急をつけた部分を使っていってみようかななんていうふうに思っているわけですね。変化をしているわけですね。ちまちま動いていってますが、画面全体を見ながら描いているのが多分手の動きでわかると思います。いろんなところに手が動いていっていますよね。という感じで、少しずつですね、全体の中で暗い色をグッと置いたりすることもあれば、薄い色でちょっと描いていくこともあれば、これほぼ一本の筆で、前半の平筆以外はほぼ一本で描きましたね。この筆何号か知りませんが、だいたいこのぐらいのサイズかなっていうふうに思ってください。ちまちま薄く描いたり濃く描いたり、ディティール描いたり、ちょっと大きめの仕事をしたりということを繰り返しながら、密度がどんどん上がっていっているということがわかるでしょうか。ね、こういう本当にもう昔からやっぱりこう SDGs なる考え方じゃないですけどもね、昔からの趣をこうやって残しているというのは素晴らしいことだなというふうに思います。といったところでベネチア透明水彩で描くベネチアは完成へ向かってまいりました。約2時間の制作を20分の動画にまとめた次第でございます。いかがだったですか。土台を大きく作ってから暗い色で引き締めながら布団とかも入れながら描いていく動画でございました。今日はベネチア派というのがあるんだ。ルネッサンスでもベネチアでもルネッサンスと呼ばれるものが起こったんだ。キャンバスのサインを入れました。キャンバスというものが生まれたんだとかっていったことを少し思いを馳せながら、イメージをするならばパイレーズ・オブ・カリビアンですかね。その映画の世界観をイメージすると大航海時代の話ですからね、あの辺りの世界ですよということで以上でございます。最後また1分ほどのダイジェスト版をお見せしようかと思いますので、全体をまず大きく作っていって下地を作って、ググ暗いので引き締めて、奥のディティールを少し描いて、水面に映ったの暗いのだんだんこれは早送りにしていてノーカットなので本当に手の動きがよくわかるんじゃないですか。全体にこう手が動いていってるという様がよくわかるように、作っておきましたので、皆様ぜひ参考に描かれてみてはどうでしょうか。本日の解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。こんな感じでですね、ある程度しっかり土台を作っておいたら、あとは細かいものを描きながら画面全体のバランスを見ていくということをしていけば、どんどん描けていきますので、皆さんぜひ頑張って参考に描いてみてください。ではまた。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。